CCV システム、クランクケースベンチュレーションシステムの交換をしたいと思います。クランクケースベンチュレーション、クランクケースから出る、ブローバイのことでいいんですかね。ブローバイとかを集めて、オイルと空気を一旦分離して、そのオイルはまたオイルの中に戻すというようなシステムですね。オイルで汚れてくるので、それから亀裂というかそういうのもあるので、エンジンのシステムトゥーリーンの発生の原因になりますので、いっそのことここ交換しようと思います。で、今現状どうなっているかというと、エアフィルターとか、それに続くホースとかまで外してあります。それからオイルのレベルゲージももう抜いちゃってあります。で、さらにここから、今この映ってるこの箱、ディサバルブとか、右上のがアイドリングコントロールバルブ ICV、下に映ってるこの真ん中のでっかいのがスロットルボディですね。こんなものを外していく。エンジンに各種センサーがついてますが、そのセンサーのケーブルを束ねているような部品です。こんなようなところを外していくような必要があります。エンジンのインテークマニフォールドを覆っているカバー、こっち外しましょうか。ここに2本のボルトがあります。でここ 10mm のボルトで緩めます。はい、外れました。ボルトはなくさないようにちゃんと取っておきましょう。これ一番なくさない方法だよね。クランクケースベンチュレーションシステムの、交換しなきゃいけないパイプがいろいろ見えてきます。これはさっきから見えてましたけども、これも交換するような必要があったはずです。これですね。ここですね。次にディサバルブいきましょうか。ディサバルブですけども、ここにボルトがありますね。それからここに、センサーのケーブルがあります。で、その奥に、ボルトがありますね。はい、今ケーブル外したところです。針金を押して引き抜くというような感じのロックになってます。はい、ここら辺は T45 です。そうすると、はい、取れました。これも一回また戻しておきます。ネジなくさないための用心ですね。この辺後でまた付け直すので、分かんなくならないようにマスキングテープかなんかで印をつけておきましょう。こっちはディサバルブなんで、ディサICV 外すときに ICV のこのセンサーのコネクタも外しておきましょう。同じですね、ここを押さえて、はい、抜けた。でこの ICV、この2つの T45 とこのボルトだと思いますが、この辺で外れると思います。うちのセンサー類のケーブルまとめてるやつですね。これを外した方が良さそうな感じがします。それがこれとここですね。これ 10mm だと思います。ここが何かわからないんですが、これ何かのセンサーだって言ってましたが、これも外しておきましょう。これ何センサーだったかな。そうするとまだなんかどっかひっついてるとこあるな。あ、これだ。ここにもある。スロットルボディのちょっと下、右下のところのここのボルトも外します。ここですね。10mm ですね。ナット抜けました。これでやっと緩みましたね。外れましたが、まだちょっとコードが自由にならないな。ケーブルを全部外すのは大変なのでやめた方がいいと思うんですが、これでももうちょっと自由にならないとスロットルボディが外せないはずなんだよな。抜けた。かなり動くようになったけど、これはここについてるのでスロットルボディ用のコネクタですね。このケーブルを束ねてる部品なんですけども、まだちょっと動きが渋いです。もうちょっと大きく動いてほしいので、このオイルフィルターのセンサーぐらいは外しておきたいと思います。そしたらもうちょっと動くようになるかな。
一発で抜けましたね。それぞれのセンサーのケーブルのところにはマスキングテープを貼って、簡単にその、どこについてたのか略称は一応つけてあります。もう一本センサーがありました。オイルフィルターハンジング、こことこの2つのセンサーがありましたので外しました。このまとめ部品の下のところ、ここですね。ここにつながっているケーブルがあったので、これですね。これですね。これも外しました。ここまで外すと、かなり、自由度が増したので、これでスロットルボディとか ICV を外していけると思います。では ICV 外していきましょう。これが ICV ですね。これ外していきます。ICV をこことここの、まずとりあえず T45 を外してみましょう。これで動きますね。で、確かこれここ刺さってるんですが、手で引き抜けばよかったはずなんですけども、抜けたけど落ちてった。やっとこそ ICV、アイドリングコントロールバルブ抜けました。こっち側がインテークマニフォールド側ですね。こっち側が吸気側ですね。この辺が固定していたステーです。中は、まあ、そんなに汚れてる感じはしないです。っていうのは、これ一度洗浄したことがあるんですね。確か振ると音がするんだけど、あれしないな。カタカタと音がするはずなんだけど、しないですね。はい、では続きまして、今度はスロットルボディですね。これを外していこうと思います。上の1本、2本、下の1本、2本を外さなきゃいけないみたいです。多分これも10ミリでしょうね。外した4本のボルトです。10ミリでした。全部、同じボルトのようです。はい、ボルト全部抜いたので、スロットルボディが、はい、取れました。はい、外したスロットルボディです。こっちが吸気側、こっちがインマニ側です。インマニ側は、若干、汚れてますね。で、このフラップは指で動かすと動きますね。それで、吸気量を、変えているというような感じですね。はい、これも後で、洗浄しておきましょう。スロットルボディがついてたのはここですね。中は真っ黒です。すすじゃないのかな。取れないですね。こっちがディサーバルブがついてた方ですね。中はまあオイルでぐっちょり濡れてる感じがします。はい、オイルで濡れてますね。今回目指す交換しなきゃいけない部品がこれですね。これがオイルセパレーターですね。この下の管が抜けてますけども、折れちゃってるような感じですね。で、次はこのオイルセパレーターですね。これを外していこうと思います。ここに、多分やっぱ T45 があるので、これで外せるんじゃないかなっていう気はします。ここにもなんかあるな。だからこれも外さなきゃいけないみたいですね。ここに刺さってるだけだ。よいしょ。はい、抜けた。これで、ここのパイプ、ブリザーパイプのがよく見えるようになってきました。こっちでオイルセパレーターにつながってますね。オイルセパレーターの左側に映ってますね。こっちにつながってます。で、上側見ると、このブリザーパイプ、これ一回外す必要がありますと。それから、やっぱりオイルセパレーターにつながってる、これですね。こことここも外さなきゃいけないですね。ここよく見ると、ひび割れてますね。この下に、オイルセパレーターがあったはずです。はい、ではこのブリザーパイプを外します。前ここ外すときに失敗してるんですけども、ここを両端押さえて、
押さえるとここが開くので抜けるはず。抜けた。綺麗に今日抜けましたね。次にここ行きましょうか。ここも両端押さえて抜くはずですが、抜けないよね。はい、なんとかしてこことここを抜きたいと思います。ここの抜き方がわかんないんだよね。ここは多分両端を押さえれば抜けるはずなんですが、なかなかうまくいかない。フィフティーズキッズさんのビデオだとここもう破壊しちゃってましたけどね。外れん。どうしようかな。外れねえ。ちくしょ。壊した方がいいっつってたけど、壊すことすら難しいんだよな。次はここエンジン後部側のところを外すんですが、これもやっぱり破壊して取っちゃった方がいいようです。抜けた。はい、じゃあ次このオイルセパレーターを外します。上と下に、トルクスがあったはずです。違うな、 T45 じゃないね、 T25 ですね。下にもう一箇所、ここですね。カットしよう。抜けた。はい、ブリーザーバルブが1本抜けました。これが今動かしているのが上部のアッパーホースなんですけども、これもう抜けてこないので、ここをカットしようと思います。カットできるかな。意外と簡単に折れた。落ちてった。やばい。動いてるんだけど抜けない。CCV システムが全部外れました。結構難関でした。これがシリンダーヘッドの方につながってるやつですね。で、それがこのオイルセパレーターの下部の方につながってます。インテークマニホールドの方についてるのが片っぽがこっちで、インテークマニホールドの前の方につながってて、それからまたこのケーブルを伝って、インテークマニホールドの後ろにつながってると。ホースの類はもうバキバキになっちゃってます。この素材多分、断熱素材だと思うんですけども、柔らかいはずなんですが、もうガチガチに硬くなってます。で、ところどころひび割れしているような状況になってます。この断面見てみると、オイルでやっぱり汚れてますね。オイルセパレーターの中、後でこれ分解してみましょうか。ここにメクラ蓋があるので、多分これは使い回しするはずです。品番がここに映ってますね。このディップスティックなんですけども、古いホースです。これを外します。ここがでも硬くて抜けません。なんかこのケーブルリムーバーみたいなのってありますよね。そういうの持ってた方がいいのかもしれないですね。だけど持ってないので、なんとか手持ちの工具でやるしかない。抜けた。で、大概のやつは、もうこれ壊しちゃってますけども、ここを押さえて、割れてるわ。押さえると、こっちの両端が開いて、抜けるようになるっていうような仕組みになってるんですが、このオイルセパレーターの上部、ここのところはちょっと仕組みが違いました。ちょうど今上下方向に映ってるところに、ちょっと、切り欠きがあります。ここはその切り欠きが、通るようになってると。ここを、ここの溝がないところをここ合わせて差し込んでぐるっとひねって固定するっていうような形の接続になってます。抜くときは回して抜くというような感じになってます。なるべく破壊しないように、外そうと思ってたんですが、結果もうバキバキにホース、割りまくって破壊して取りました。はい、今全部のCCV システム外したところです。エンジンのヘッドですね。結構汚いですね。これがCCV システムの下の方につながっているところです。それから、ここですね、インテークマニホールドのこの前のエンジンの前の部分、
ここにも1箇所つながってて、ここに四角い穴が開いてますが、これが下の方に行って CCV システムにつながってます。こっちのインテークマニホールドの後ろの方にもやっぱりこんなパイプがありまして、これは、ここからこういう風につながって、この前のパイプとつながって下に降りてるような格好になってます。スロットルボディのこのすぐ横のスペースに CCV システムがあるような格好になります。ここから下の方を通って、今画面の中央方に映ってますけども、リターンしたオイルをオイルパンの方に戻していくっていうような風につながってます。ここから出たブローバイっていうのかな、オイルを含んだ空気を吸い取って、この辺でオイルと空気に分けて、オイルは下に戻すっていうようなシステムになってるんだと思います。